アブドゥッラー・ビン・アムルは次のように伝えています。かつて預言者、彼に平安と祝福あれは旅の途中で私たちの後ろに残っていました。私たちが遅れていた礼拝のために身を清めている時に彼は私たちのところにやってきました。私たちは濡れた手で足の上を滑らせただけで、きちんと洗っていませんでした。預言者、彼に平安と祝福あれは大きな声で私たちに話しかけ、3回こう言いました。かかとを火から守れ。サヒーフ、ある、ブハーリー60。ハディースの説明。預言者は、神が祝福し、平安を与えられますようにと、常に仲間たち、特に彼らの礼拝行為に気を配っていました。彼らを教え導くためです。このハディースの中で、アブドゥッラー、ビン、アムル神のご加護と平安あれは、預言者、神のご加護と平安あれが旅の途中で仲間の後ろにいたことを伝えています。それは彼の習慣神のご加護と平安あれで、彼らの後ろを歩き、遅れている者を励まし、弱い者に付き添うことでした。祈りの時間が来ると、彼らは立ち止まり、預言者、神のご加護と平安あれが来て、彼らを先導して祈りをしました。そのため、彼らは時間の初めから祈りを遅らせました。預言者、彼に神の祝福と平安あれが彼らに追いついて一緒に祈ってくれることを望み、時間切れになると彼らは急いで身を清めようとしたが、急いでいたために完了せず、手足すべてを徹底的に清めることができず、まるで拭いているように見える程度に軽く足を洗った。預言者、彼に神の祝福と平安あれはそれに追いつき、彼らから見たものに不快感を覚え、みんなに聞こえるように大声で叫んだ。下獄のかかとに災いあれ、これは、身を清める際に手足を洗いきれない者に対する大きな脅しと警告であり、それを完全に行い、それを誇張し、各手足に水を与えるように促すものである。災いは苦痛と破壊の言葉であり、かかとは、かかとの複数形であり、足の裏から足首のところまで地面にぶつかったものを指す。そして彼はかかとの部分だけを取り上げました。気づかないうちに水が届かない可能性があるからです。そしてハディースにはこうあります。無知なものを教え、導く。そしてそこにはこうあります。イスラム教における教育の原則の一つは、この文を2回または3回繰り返すことです。生徒が理解できるようにするためです。そこには、義務的かつ推奨される行為を怠っているのを見た学者が非難し、それについて厳しく語り、否定の声を上げることが含まれます。また、身を清める際に水が届かないかかとなどの場所を確認するよう促し、身を清めることを怠らないよう警告し、脅すことも含まれます。さらに、身体は苦しめられるが、これがスンナの人々とコミュニティの教義である、ということも含まれます。